こんばんは、モフです。今日は管理会社について、初心者向けに分かりやすく説明するシリーズで管理会社の役割について説明します。で、今まで物件買ったり銀行からお金借りて物件買うっていうところを説明してきました。で、今日はここの物件の管理ですね、入居者さん入るんで、ここの、家賃回収したり退去が出たりというのは絶対出てきちゃうんで、その辺どうするかって、この方が買った人はサラリーマンだったりしたら結構ここやり取りするの大変なんですよね。基本管理会社に委託すればいいです。なのでサラリーマンであればまずは委託した方がいいかなと思ってます。自分でやってる人もいるんですけどもおすすめしないですね。で、管理会社の役割って、空室募集してあの賃貸契約ですね、契約結んでもらって、で物件管理してもらって、なんかトラブル起こったら対応してもらうと、水が止まったとか、あと退去した時に立ち会ってもらって、でリフォームしてもらって、でまた空室募集する、そういうサイクルになってますと。なので、忙しい大家さんの代わりにこう全部やってくれるんで、できればやった方がいいですね。で、空室の募集は、一番重要なのって空室募集なんですよね、実際のところは。僕、いくら管理が良くても入居者さん決めれなかったら意味ないっていうところがあるんで、ここ一番重視してます。で、ここ3パターンあって、自社、ここの自分でしか募集してないって会社が中にはあるんですよね。そこだとやっぱ一社でしかやらないんで、どうしても客付け弱かったりするところがあるんで、できれば自分だけじゃなくって他社だけで募集するっていう、管理しかやらないよっていう会社もあって、あと自社でも募集するし他社でも募集するっていう、3パターンありますと。で、できればこの3とか、僕結構自社と他社でやる、例えばミニミニだったらミニミニでしか募集かけないとかってあったりして、それだと自社のみでしか募集しないってパターンなんですけども、ミニミニでもエイブルでもアパマンでもエイブルでもいろんなところで募集かけた方がやっぱ埋まりやすいっていうのがあるんで、できればいろんなところから広くやるっていうのはおすすめですね。ただとあるエリアとかその一社で独占者っていうようなところだと、そこしかつけれないっていうのがあるんで、そういった場合はここ選ばざるを得ないみたいなのが地域によって変わりますね。なのでヒアリングして、不動産買う人だとかいろんな管理会社に電話して、どこがリーシングその客付け強いかっていうのを確認してやった方がいいですね。あと自分自身でジモティーとかでこう募集かけたりすることもできます。それはちょっとそのうちですね。で、物件の管理っていうんで、日々家賃、入居者さん入ってくれたら家賃を集金したり、掃除してくれたり、例えば水道が止まらなくなったらとかって電話かかってきたりとか、そういうのを物件管理してくれると。で大体5%ですね、5%ぐらいが目安で、値切る人は3%とか4%とか、高いと7、8%とか、清掃費別でとかいろいろあるんですけども、まだ5%ぐらいですね。清掃費とか別途かかる場合もあるし含まれてる場合もあるんで、そこはもうまちまちですね。で値切る人もいるんですけども、そんな値切ったところで5000円が4000円になったりとかしてもそんなに大差ないんで、そこまで値切るよりかはいい関係を築いていった方が僕はおすすめですね。100部屋200部屋になってくると結構インパクトでかいかもしれないですけども、当初はいいんじゃないですかね。で退去者が出たら退去の、立ち会いしてもらって、入居者さんが壊したところと、経年劣化ですね、自然と古くなっていったところとかを、切り分けてくれますと。で入居者さんが例えばタバコ吸いまくってヤニがついて壁が泥まみれっていうかヤニまみれになったとか、襖破りも穴開けたとか、そういうのは入居者さんに直してもらって、壁紙が自然と古くなって色あせたとか、そういうのはもう親側の負担になるっていうんで、そういうのいくらどこを、入居者さんが直すか、あとは、最低限次の入居者さんつけるためにリフォーム必要なところはどこかっていうのを、大量立ち会いしてくれて、リフォームとかの費用を見積もってくれるという感じで大量立ち会いしてもらいますと。でそれと合わせて現状回復でじゃあリフォームどれぐらいしますよっていうんで、見積もってくれると。でもリフォームするのはいろいろパターンあって、一番は管理会社がリフォームしてくれると。こう管理してくれる会社がリフォームしてくれると。
いうのが一番手っ取り早くて楽ですね。ただ若干その管理会社から、リフォーム会社に発注するんで、その手数料が2、30%ぐらい抜かれるんで、ちょっと2、3割ぐらいはこう高くなっちゃう傾向にあるですね。あとは自分でやるっていうパターンもあって、管理会社通さずに自分が、業者さんを、探すと。ちょっと字間違ってますね。自分が業者さんを探して電話かけてやってもらうっていうパターンもあるし、あとは分離発注っていうのがあって、これちょっと初心者はできないと思うんですけども、大工さん雇って、トイレこう大工工事してもらって、その後水道屋さん来てもらって、便器をつけてもらってとか、なんかその後黒沢屋さん来て黒沢貼ってもらってとか、なんかこう分離して、業者さんにその何々屋さんっていうのを発注していって、で材料も全部こう渡すみたいな分離発注すると一番安くなるんですけども、結構知ってなきゃできないのだと管理がすごい大変なので、これ、あんまりやってる人はいないですね。上級者ですね。なので僕の場合は、10万とかぐらいだったらもう管理会社、10万20万ぐらいだったら管理会社にやっちゃってもらってますね。それが10万が15万になったところで、そんなに自分でリフォーム業者を探してやるっていう手間暇かかっちゃうんでやっちゃいますね。ただ高額である場合とかは、自分で探す場合もあって、この前ちょっと消防の設備で、150万ぐらい、管理会社から見積もり来て、もうクソ高いなと思って探しまくって、80万で収めたっていうのがありますね。それで70万浮いたんで、それでちょっと手間だったんですけども、それで70万安くなるんだったら、楽っていうかお金的にはもういいですよね。こんな感じで、管理会社さんは、サラリーマンであればまずは使った方がよくって、その分経営に回した方がいいですね、時間。たまに自分で掃除したりする大家さんいらっしゃるんですけども、なるべく見に行くには行くにしても、掃除とかは全部業者さんにやってもらうっていう形がおすすめです。あと空室募集して賃貸契約して管理して退去立ち会いして現状回復、このサイクルがうまく回れば、満室で運営できるようになるので、管理会社の選定っていうのは重要になります。はい、今日はこんな感じで以上です。LINE アット登録してもらうと LINE アット限定のプレゼントしてます。あと高評価とかコメントに質問書いてくれると、答えてます。どうもありがとうございました。